はい YouTube 全国3000万の蓄膿症の皆さん、こんばんは。蓄膿症系 YouTuber の大野マンです。現在私は昨年の11月下旬から耳鼻科にて蓄膿症の治療を受けていましたが、この度ようやくその原因が判明したことをこの場を借りてご報告させていただきます。簡単にこれまでの経緯をお話ししますと、昨年11月下旬、夜お風呂に入って頭を洗おうと顔を下に向けた瞬間、突然頭の奥から魚の腐ったような匂いがし始めました。実際腐った魚の匂いを嗅いだことはありませんが、そのお風呂場で鼻の中で異臭が漂った瞬間、私の頭に思い浮かんだのが、これが噂に聞いていた蓄膿症ではないかということです。そして次の休みの日に耳鼻科に行くと蓄膿症と診断されました。その後私は病院から処方された薬を1月半飲んでいましたが、一向に良くなりません。現在の私の毎日のルーティンとしては、朝起きたら夜に溜まっていた痰を吐き出す。汚い話ですいません。で、日中は靴紐を結び直すなど、顔をふと下に向けた瞬間、鼻の奥で異臭が漂う。その繰り返しでした。そしてついに先日、蓄膿症の原因が判明しました。なんと原因は歯でした。耳鼻科の先生の勧めで歯医者に行き、レントゲンなどを取ってもらった結果、なんと右上の奥から3番目の歯が炎症を起こしているようだと。で、ここは数年前に治療して銀の詰め物をしてるんですけど、その内部では虫歯菌が繁殖し、それが歯の根元の奥深くまで進行しているというのが歯医者の先生の説明でした。で、この上の歯の根元とここの副鼻腔というのはほぼ接してて、ここの歯の原因でこっちの副鼻腔に炎症が起きるというのが今回の私のケースです。確かにその歯はこうコンコン叩くと響いてたんですよ。かなり昔から、数年前から。で、今回行ったところとは別の昔から行ってた歯医者の先生にも、その別な歯の治療の際にですね、こう叩くと響くんですけどと伝えたこともあったんですけど、痛くもないし、染みるわけでもないからスルーされ続けてました。ところが現状は思っていたよりも深刻な状況になっていたわけであります。今回通っている耳鼻科の先生も全然症状が改善しないことや、片方しか蓄膿症の症状が出ていないことを不思議がってました。通常の蓄膿症なら両方の副鼻腔に症状が出るんですって。しかも歯が原因の場合があるんですかと耳鼻科の前回の1月前の診察の際に私から歯のことを申し出したんですよ。それにようやく気づいてか、先日の診察の際に近いうちに必ず歯医者に行ってみてくださいとなりました。で、私が何が言いたいのかと申しますと、最近の病院での診察は診察にかける時間が早い、短いということです。昔から言ってたその馴染みの歯医者も必要な箇所しか見えません。ビルや橋の点検のように歯をコンコン叩いたりやレントゲンを取るなどして定期的に細かに見ていたらこうならなかったかもしれません。ただ何もないのにレントゲンを取れば当然治療費はかかります。だから余計なことはしないのでしょうか。今回の耳鼻科にしても片方しか症状がないという通常ではないと思った段階で、左側の上の歯で気になるところとかありませんか？実は蓄膿症は歯が原因の場合もあるんですよみたいな話になると思います。特に今回通っている耳鼻科は本当に診察の所要時間が短いです。蓄膿症ですね。じゃあ薬出しておきます。大野さん久しぶりです。まだ症状がありますか？じゃあ薬あと1月分出しておきます。みたいな感じで、本当診察の時間は1分くらいな感じがします。私は去年コロナという変な風邪にかかりました。PCR 検査で陽性となってしまったため、病院には症状を電話で伝え、で病院では車に乗ったまま薬をもらう。先生には一度も会わずに。これが現代の医療なのでしょうか。ということで来週私はその歯を抜歯されます。
今回歯を抜くことにはなりますが、これで2月近く苦しんでいた蓄膿症が治るなら、これでこう叩いて響いていた歯ともおさらばできるなら、1本歯を失うのは仕方ないかなと思っております。抜いた歯の箇所は両サイドの歯を連結させたブリッジをかぶせることになるので、正確には両サイドの歯も削るので歯を3本失いますが、しょうがないです。ということで、皆さんも歯を大事にしましょうというお話でした。もしこんな蓄膿症の派遣社員に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。